じゃあジョニー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒッピージョニーとして音楽とか絵とかいろいろ活動してると思うんですけど、ちょっと簡単な自己紹介をお願いします。じゃあ、カリフォルニアの、くだらないアメリカ人のヒッピージョニーです。昔、ホラー映画に興味があって、そして白黒の日本の映画初めて見て、すごい国、目線がアメリカと全然違うと思って、必ず行こうと思ったら、やっと2012年について、その津波のすぐ後に、そして英語の先生をやりながら自分の夢を追ってきました。パンクバンド、アグリガールというパンクバンドをやってて、そしてその後、いろんなプロジェクトに向かったけど、それは大体そんなに長くできなかったけど、面白い生活できました。アグリガールの時は一緒にやったりしたよね。すごい大好きだった。ピンクリック大好きだった。早い段階から知り合ったね。そうか。来て。ジョニーが来て割とすぐ時代。そう。もう、大宮に住んでて、本当に辛かった。田んぼの真ん中にある、中学校で働いてた。もう本当に頭から消した時代。あの時は、血石を通したんだ。栄養がひどすぎて。そうお金がなくて、毎晩、豆腐の一丁半分とツナの剣を入れて、それ醤油かけて、毎晩ね、食べてた。それで、できたら週末で東京に行って、友達のマンションだったけど、イギリスのしてて、本当にあれ、覚醒剤をやってる人みたいな、住んでる場所、汚くて、冷たいし、冬の真ん中で、そこで泊まってたけど、それでもう一回、日曜日の夜、また大宮に通って、そういう生活を1年やってて、それは本当に大変。アグリガールのメンバーとかって、そこら辺で知り合ったの？それは東京に引っ越してからできた。ジョーはクレイズリストであった。どこ？クレイズリストっていうウェブサイトがある。例えば、売りたいものがあれば、普通にそこに載せて、じゃあ駅で会って相談しようっていうウェブサイト。それで音楽関係もありますから、俺はずっと探したバンドメイト。で、ジョーとちょっと話して、すごい投稿した音楽が似てるから。何投稿した？あの時は何を？ディアンフとクイーンズ・アブ・ザ・ストーンの大好きだし、でもね、パンクスはそんなに好きじゃない。メインストリームで、なんか結構人気で、マジで大好きで、ジョーはディアンフの結構レアな音楽が好きで、普通のメインストリームのクイーンズ・ザ・ストーンエンジ好きな人だから気が合うでしょと思って、それがベストフレンドになる。アグリーガールは日本人の人もいたけど、割とこの外国人の仲間で組んでるバンドっていう形で、今音源はバンドキャンプとかで聴けるけど、なんかどういうサウンドみたいな感じの狙いがあったの？俺はノイズロックが好きで、US メイプルとか大好き。多分ディアンフーフと US メイプルが一番好きなやつ。シカゴとかのノイズロックとか。そう、なんかそのノイズからすっごいポップみたいなキャッチの音楽作るのが理想だった。ノイズロックみたいなんだけど、すげえキャッチーでポップみたいなのってすげえ一番難しいやつでしょ。難しい。それできたらいいなみたいな感じがあるよね。そう。
だからアグリガールはまあ、すごいうるさかったね。だからちょっと、ポールが録音した。で、ポールはなんか90年代でシカゴで育ってた人。ベースのポールでしょ。まあ、ベースっていうかギターでベースを弾いてたポール。そう。で、ポール、だって俺がなんかノイズロックのすげえマイナーなバンドの T シャツを着てて、みたいな。必ずわかる。天才だけど、そういう時に育ってたから、アグリガールを録音した時に結構、なんていう生な音源でした。もともとうるさかったから、はっきりそのノイズを分けないと、すごいなんていう、綺麗に録音しないと、そういうバンドは聴きにくいと思う。まあ、最近自分で録音してるし、とかいろんな本とかいろんな YouTube ビデオを見てるけど、素人なのになんか俺っぽくまた録音したらいいかもしれない。メッツとかそういうすごい綺麗な音が好き。なんかパンクはすごいみんななんかじゃあなんか昔っぽくうるさいやつがいいな。それ嫌だよ。嫌だ。わざわざ。まあアグリガールはでもその後メンバーがみんな国に戻ったりしちゃって、その解散っていうかしてね。まあただ音源その後その残った音源作ったりして、まあそれはちょっとバンドキャンプとかにもあるから聞くとめちゃめちゃかっこいいし、まあ俺も結構すごい聴いてるんだけど、もっとやってほしいバンドだったなっていうのは思うけど、なかなかねメンバー帰っちゃうからね、海外に。それは無理。まあでもジョニーの周りの海外の友達は日本にいるとき結構面白いバンドみんなやってたよね。ダストイーターズとかさ。結構いいバンドの人が多かったなっていうのはすごい思うし、一緒にやっててすごい楽しかったから、もっと活動は見たかったなっていうのなんだけど、その後ジョニーはソロを結構やってるっていうイメージがあるんだけど、今やってるのはスーパーシニアっていうソロをやってる。でもね、それは正直ギターとかドラム以外の楽器が下手で、多分ライブでちゃんと弾くことができないと思うから、あれみたいな、スティービー・モアみたいに、家でいっぱい録音したら、テープ出せばいいかなと思って、だから全部作った曲をちょっと磨いて、テープに入れた。それでスーパーシニアになった。そう、今はやってるその名前で。でサックス吹いてる方もスーパーシニア扱いで。サックスは最近、本当に最近始まった。正直、スーパーシニアに入れたかったけど、まあ、アグリガールに入れたかった。うるさい音楽にサックス入れたら、本当にケイオスになるから、それずっと探してて、でも、見つかったら他のバンドをやってて忙しい人ばっかりで、まあ最近結局自分がしなければならないと思って始めた。これから出すテープはサックスが入ってます。一応スーパーシニア前バンドキャンプとかである音源は一応メンバーがいるじゃん。ベースとか。今は完全にジョニー一人でやってるっていう形でしょ？そうですね。一人でやってる。ベースはいろんな人がいた。日本人の京太郎っていう人は初めて一緒にアグリガールとベースやってて、で、京太郎はもう自分のプロジェクトに向けて、今結構人気になってる。南ドイツっていうバンドをやってて、海外でツアーしてたし、結構人気になった。だから、アグリガールをやめて、それの代わりに、普通になんか CM をプロデュースしてるポップ好きな人はベースやってくれた。それ長い時期で、あとその人が辞めて、ポールっていうシカゴからの本当に天才な、音楽が天才な人がやってくれました。そう、結構ベースが多かった。今音楽としてやってるのはスーパーシニア。スーパーシニアだけですね。そう、コロナになって、あんまり、てか、全然、外に行ってない。ジョニーはいろいろ、アグリガールとかもそうだけど、自分の
活動のアートワークを自分で絵描いたり、あと、いろんなところで絵を発表してると思うんだけど、もともと結構ジョニーで自分も好きで、絵の活動について、いつから描いてたのかオッケー、絵だね。本当に子供の時からずっと絵を描いてて、コミックを作ってた。一番若い時に作ったコミックが、ザ・フリークスっていうコミックで、何歳？ザ・フリークスは小学校の2年。ザ・フリークス。ザ・フリークスっていう。それはなんか、燃えてる頭の人がいて、あと、なんか、ピースのシンボルの頭の人とか、いろんな変な頭を持ってるスーパーヒーローみたいな冒険があるコミックを作ってて、高校でも結構それをちゃんと頑張ってて、そして大学はアニメーション専門として始めた。でも、そう。アートの大学はすごい高くて、1学期をできてからやめることになった。お金なくて。それはサンフランシスコに住んでた。それは楽しかった。アートといえばサンフランシスコみたいな。そう。やっぱ楽しかった。楽しかった。あと、アートの大学のパートが一番最高。本当に映画みたいな。アメリカの。その頃音楽も、やっぱサンフランシスコで相当楽しんだ。それはまだやっていなかったね。やってなかったけど、好きは好きだ。好きだった。そして、小学の5年生から、俺はバンドに参加したかったけど、それは必ずドラムをやろうと思ったら、それは、なんていう、先生と相談しないと、登録できない。それで、俺のパパは、仕事からの帰りが遅くて、俺もその相談に遅れましたから、もうドラムが入った。それで、先生に流されて、なんかトランペットかっこよくない？パパパって言われたら、俺はすごいおとなしい子だったから、何も言わず、いいっすねって言って、そのトランペットもらって家に戻って、1回2回ぐらい振ってみてやめました。で、ずっとドラムやりたかったから、でも俺の家族はすごい貧乏だったから、無理でしょって思ってて、大学に入った時、なんていう、政府から提供されるお金あるでしょ。なんていう、奨学金をもらって、で、すぐドラムキットを買った。絵と関係ない。絵と関係ない。それすぐ買って、で、一人で練習して、なんとなく曲を叩くようにできた。でもやっぱり絵はちゃんと学校でやってたんでしょ。途中でやめちゃったって言ってそう、ちゃんとそれを勉強してて、裸の人の、絵を描いてる授業もあったし、昔の方が上手だった。ちゃんと練習してたから。でもそれはちょっと離れてから、そんなに上手じゃないけど、フィーリングで、いろいろなんとなくできる。で、日本に来てからも結構そのアートワーク生かして、いろんな作品描いたり、ジャケット描いたり、T シャツ作ったりっていうのをしてる。そうね、ずっと好きで活動してる。上手じゃなくても、頑張ってなんとか。結構音楽のアルバムと、ポスターが多かった。ベイビーファイアっていうバンドに少しだけ入ってた。俺はドラマだけで、あれは意外とすごいポップ。すごいポップ。そのバンド知らないな。あれね、好きだったけど、すごいドリーミーなポップで、歌手は女の人で、日本の女の人で、ジョニーの絵で。そう、ちょっと可愛い系にしようかなと思って。黒いけど、ね。綺麗ですね。そう。こういう。つばはね、俺のタッチでね。なるほど。気も可愛い。結構ジャケットも描いてたんだね。そう。ポスター。ちょっと絵のこととか音楽のことも次の動画でちょっと詳しく
いろいろ聞きたいと思うんですよ。はい。And occupied. It's okay.